こんにちは。包丁職人のパーカーです。今回は最新鋼材の CPM マグナカットを使って牛刀 200mm を試作します。この鋼材の発売自体は1年前ですが、鋼材が普及して手に入りやすくなったのは最近です。海外の鋼材博士が考案した鋼材です。複雑な鋼材なので、詳細は鋼材を考案された博士のサイトがあるので、興味のある方はそちらをご覧ください。僕の動画ではあくまで包丁にした時にどうなるかの試作になります。鋼材に包丁の形を描いて大まかに切り取ったので、外周をベルトサンダーで整えます。厚みが 4mm あるので、焼き入れ前に半分くらいまで減らしておきます。厚みを 2mm くらいまで減らしました。4mm から 2mm に減らしたらこれだけ鉄粉が出ます。金だわしみたいですね。焼き入れ前に吊るす用の穴を開けます。厚みを減らしたら曲がってきたので、焼き入れ前にまっすぐに直しておきます。焼き入れから帰ってきました。ビッカースコードで 833、HRC 換算で65くらいです。思ってたより高度は上がりました。厚みが薄いと熱処理した後はやっぱり歪みやすいですね。タガネを使ってまっすぐにしていきます。60番のベルトで厚みを減らしながら側面を調整します。側面の形はいつも通り背側から緩やかに丸みのあるコンベックスグラインドにします。日本ではハマグリ刃と言われる形状です。この鋼材は硬さもありますが、成分的な耐摩耗性で削れにくいです。今まで動画にした鋼材の中では一番削れにくいです。荒研ぎが終わりました。また同じくらい鉄粉が出ました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。片刃の和包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて、切り込みや切り抜けを考えた機能する側面を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。一回歪みを取ったらそれ以降は曲がってこなかったです。600番で400番の傷を消します。400番まではそんなに傷が消しにくくなかったですが、600番から急に目が消しにくくなりました。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下着の研ぎが終わりました。
表面はこんな感じです。裏面はこんな感じです。厚みは元厚が 1.33 ミリです。粉末鋼全鋼の包丁は砥石で厚みを抜くのが大変なので、実用に支障が出ないギリギリまで薄くします。HRC65 なのでパキンと割れそうですが、鋼材の性質で迅性が高いので、これだけしなっても折れません。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。面積があって傷が消しにくいので時間がかかりそうです。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。今回の鋼材は研磨剤のかかりが悪かったので、いつものとは違う研磨剤を使いました。絵を作っていきます。上部と下部に白い樹脂、金属の間に黒と白の樹脂、主体となる部分に黒い樹脂、金属を3本使います。最初に白い樹脂の平面をスライス板でざっくり出します。白い樹脂をカットします。白い樹脂に穴を開けます。金属をカットします。ノコギリで切るとバリが出るので、ベルトサンダーで削って取ります。間に入れる白黒の樹脂の厚みを調整します。フライス板で黒い樹脂の形を整えます。
黒い樹脂に穴を開けます。下部の部分の白い樹脂の平面をざっくり出します。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまで。ジャンプ。バフが終わりました。仕上がるととても黒くてツヤツヤです。刃付けをしていきます。この鋼材は普通の砥石ではとても研ぎにくいので、今回は1000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。2000番の砥石でさらに研ぎます。5000番の砥石で刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。
最後に12000番の砥石で仕上げます。これはもっと研磨力のある砥石の方がいいですね。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は黒い樹脂を主体に金属を3本入れて作りました。上下部に白い樹脂を使って全体的にまとまりが出るように作りました。全部樹脂と金属なので黒炭の絵と比べると少し重たいです。試し切りしていきます。
僕これあんまり得意じゃないので、すごい切れる包丁でもこのくらいしか薄くできません。今回のマグナカットはとても複雑に設計された鋼材で、間違ったことを言うと困るので、詳しくは制作された博士のウェブページを見てみてください。ただ包丁にした時の切れ味はとんでもなくいいです。動画の中でも見せましたが、 HRC65 出せるのにしなりもあって、刃持ちもいいので砥石さえ選べばすごく性能のいい包丁だと思います。今まで動画にした中で一番研ぎにくかったですが、一番作っていて楽しかったです。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターでオークションに出品予定なども投稿しているので、よかったらフォローしてみてください。